どうも金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。黄門旗っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。黄門旗。っていうことでね、何ですかこの黄門旗。ついつい買ってしまいましたよ。こいつ。この魚、ルアーフィッシングで割と釣れる魚なんですけど、こんな体高のある黄門旗って僕初めて見ました。これですよ、これ。お腹パンパンじゃないですか。これ病気でお腹パンパンとかじゃないと思うんですよ。これ内臓脂肪パンパンに詰まってて、もう太りすぎた結果、こんな形になっちゃった黄門旗だと思うんですよ。で、頭肉のこのこんもりした感じとか、この尻尾の脂の感じとかも最高なんですよね。なんで多分この中には真っ白い内臓脂肪がたっぷり入ってると思います。というわけで今日はこちらの太りすぎてしまった黄門旗を使いまして、刺身とたまには甘酢唐揚げいきますか。僕の得意料理。じゃあまずはこの皆さん気になってるお腹を割っていきたいと思いますよ。いきます。よっよっよっ。さあどうだ。うわとんでもねえ。やっぱそうだよなこれ。そういう感じですよね。なにこれ。ちょっと待って。こんなん俺初めて見たわ。養殖物じゃないですからね。天然でこの脂の乗り。綺麗な内臓脂肪。すっげえ綺麗。よくここまで油蓄えたな。よし、そしたら内臓取れたら鱗取っていきましょう。本当は内臓抜く前に鱗取った方が取りやすかったんですけど、もう気になりすぎて内臓から開けちゃいましたね。今日は鱗かきでいきますね。黄門旗はすき引きもしやすいお魚なんで、すき引きでも鱗かきでも好きな方でやってくださいね。さて、そしたら頭を落としていきましょう。太いなぁ。厚みすごいですよね。こんなん一回は釣ってみてえなぁ。はい、頭が落ちました。これ旗系の魚は頭からもいい出汁が出るんですよ。朝のお味噌汁なんかに最高です。これがドンと入った味噌汁、朝から出てきますから、僕んちは。はい、それでは3枚におろしていきますよ。まずは下から1本。もうね、こんだけ魚さばいてると、もうここちょっと入れただけで、その魚の実力がわかりますね。こいつ、相当強いです。人間界だったら絶対喧嘩売っちゃいかんタイプですね、これ。よし。反転させて、背中にも1本。ヒレのギリギリですね。ヒレのギリギリ。毎回説明してますけどね。僕は何回でも説明しますよ。背骨の裏に行かないように。で、これ油の乗った旗系の白身は、一発で行こうとしないで何回も分けていってください。ゆっくり骨を外していきましょう。これすげえ。ちょっと早く皆さんに見したい。これは久しぶりの化け物が来た。ほら。うわー、すっげえこれ。これね。全体に油乗ってるのはもちろんなこと、縁側のここですよ。これ、もう、ラードみたいになってますよね。これ、油の乗りが最高潮のお魚は、ここの背中のラインと、この、あと、お尻のここに油が溜まるんですよね。こういう魚は、マジで最高の魚です。で、意外と旗系の魚って、ヌルヌルしてて、骨も硬くて、かなりさばく難易度高い魚なんですよ。歯も鋭いしね。じゃあ、こっち側もおろしていきます。なかなか包丁入ってかんな。よっと反転させてこっち側も入れていく。でここまで入ったら腹骨をここで断ち切る。でピラピラピラっと開いて、はい OK。 はい、さばき終わりました。今日はじゃあ片身でいいかな。そしたら腹骨をすいていきます。結構深いな。黄門旗結構腹骨深いですね。ここまではいけるんですけど、ここからかなり深く食い込むんで、ちょっと下に落とし込むと。
こう入れて角度をちょっと変える。こうですね。できるだけ薄く引いていくと。はい、OK。そしたら半分に割っていきます。じゃあお腹の方をお刺身にして、背中の方を甘酢唐揚げにしていきましょうか。甘酢唐揚げは、このぐらいの大きさに切っていきましょうか。一口サイズに。このぐらい。なんかね、あれを思い出す。土ほぜり。あれぐらい脂が乗ってますね。あの魚はうまかったな。土ほぜりは最高だった。ほらほら、断面すごくないですか？もうサーロインですよ。このぐらいにしておきましょうか。で、お刺身の方は皮引いていきます。黄門旗は皮かなり強いので、皮引きやすいです。それにこんだけ脂が乗ってるともう余裕ですね。すごい脂だ。よし、じゃあ甘酢唐揚げの下味をつけていきましょうか。まず生姜ね。今日チューブ使いましたけど、生の、本当はすりおろした生姜の方がいいかもしれません。お次はニンニク。よし、そしたら吸っていきます。はい、ニンニク生姜入りましたら、そこに日本酒ですね。で、混ぜ混ぜ混ぜと。で、そこにお醤油もちょびっと。混ぜ混ぜ混ぜと。はい、これで漬けだれの完成ですね。ここに黄門旗をつけていきます。漬け時間は好みですけど、僕は1時間ぐらい漬けますね。待ち時間暇なんで刺身切っちゃいましょうか。透明お皿にこちら、プチマリンですね。人工海藻です。で、大葉。よし、そしたら切っていきます。ちょっと厚めに切りますか。こんな感じで。で、蓮芋。みょうが。はい、これで黄門旗のお刺身の完成。そしたらまだ時間ありますんで、漬けだれの甘酢だれを作っていきたいと思います。今日はね、赤酢使います。赤酢をこのぐらい。ちょっと穀物酢で薄めるか。赤酢と穀物酢のハーフ。で、ここにお醤油も入れます。1対1より気持ち醤油少なめ。で、そこにお砂糖。この量だったら、だいたい2杯ぐらいかな。2、3杯ぐらいいくか。で、ここでポイントのみりんですね。これを入れないと甘酢だれにとろみが出ませんのでね。みりんを入れます。生姜。ビュッと。そしたらこちらを火にかけていきます。よいしょ。で、これでとろみをつけていきます。よし、このぐらいとろみがついたら OK。これで甘酢だれの完成。はい、そうしましたら1時間経過しました。程よく味が染み込んでおりますね。この下味をつける一手間が大事なんですよね。で、水気を軽く取って、片栗粉の中にぶち込む。ジップロックを閉めて、ちょっと空気を入れて、シェイク。まんべんなくかぶすと。よし、これで揚げていきます。今日は油リセットの日です。新しい油でいきます。そしたら油の温度170度ぐらいまで持ってきます。よし、そしたら揚げていきます。そしたらこのぐらい揚がったら、甘酢にくぐらせます。たっぷりと。これですよ。これがうまいんですよ。たっぷりと。あえて油は切らずに、油がついたまま、ひたひたのままつける。油ビタビタのまま入れると。これがうまいんです。しっかり絡める。こんな感じ。そしたらネギを刻みまして、パラパラパラっと。はい、これで黄門旗の甘酢唐揚げの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。お刺身と甘酢唐揚げ。よし。醤油にちょんちょんとつけて、いただきます。うーわ、うめえ。つるんつるんですね。もっと脂っこいと思ったんですけど、あんまり脂っこくないですね。すごくすっきりとした脂です。薬味と一緒に食べてもうまい。生臭みもなく、うまいね。
で、今日のメインはこちらですよ。甘酢唐揚げ。久しぶりに作ったな。久しぶりだけど上手にできたかな。いただきます。これみんなやってみ、びっくりするから。これお魚嫌いのお子さんとかにこれ唐揚げだよって出してみてください。もう喜んで食べると思いますよ。味付けはもちろん美味しいんですけど、魚がうますぎるわ、これ。熱を通すとふわふわ。この魚熱通した方が美味しいかもわからん。うまっ。最高です。はい、ということで今日はこちらの大門旗の甘酢唐揚げとお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん。銀色のやつ。もちろん銀色ですよね。これはもう間違いないです。はい、ということでね、こちら7対3ですね。いただきます。ビールからのこの濃い味の甘酢唐揚げを、うわー、うめえ。これは危険。後戻りできないぞ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はパンパンに太った大門旗を使って僕の得意料理甘酢唐揚げとお刺身でいただいてみましたけども、めちゃくちゃうまかったです。特にね、甘酢唐揚げ本当におすすめ。お魚好きの人にはもちろん食べてほしいんですけど、お魚嫌いな人に食べてほしい一品ですね。どんな白身でも美味しくなる魔法の料理なんで、皆さんもぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。